はもう最初の DLC の時にまあ核武器3機体出したので、核武器シリーズでもう一回やろうっていうのはほぼ結構早めに決まってましたね、はい、ラインナップ的にも。俺はよく覚えてるぞこれ、はい、ノスフェラトを諦めようとしたことを。それ思い出しましたね。ノスフェラートのちょっと特殊映像が、エンジニア的にはちょっとなんだろうな、難易度高いっていうのがあったので再現に。そうだよね。かつオンラインで。そうですね、オンラインで前期それで出撃された時考えるとね。そこのエンジニアさんの結構苦労が今回ノスフェラートにはあったかなっていう。そうやっぱ地上も空中も全部録音できて、そうですね、12発でしたっけ全部で。一回諦めかけて外したいって言ってきたから、外したらこれファンにずっと言われ続けるからな入れるまで絶対言われるからなって。でも実現できてよかったよね、努力のおかげで。なんで黙っちゃうの？いや思い出しましたね。そう思い出しました。そういう、確かなんか最初は ADM そうですね、この多弾頭ロックのミサイルをちょっと外そうかっていうのもあって、それならもう出す意味ないよねみたいな。それがないとやっぱこの機体は意味がないので作りましょうっていうのでみんなが力を合わせたというかやったのかなっていう感じです。ファンの方のなんか SNS 上の意見とかで僕結構細かく見てて、割とそのスキンだったりとかもなんであれがないのかとかこれが欲しいとかっていうのは割とちゃんと見てて、それを現場に伝えるんですよ。現場でも見てると思うけど、やっぱりノスフェラトが本当出さなかったらずっと出すまで DLC 続くからね出さないとずっと DLC が続くノスフェラトはあれですね、特殊兵装がエースコンバット6の時は、実はあんまり深掘りしてなかった部分っていうのがあったりして、エースコンバットの7の DLC でもそうなんですけれども、結構ここ、1年ぐらいは見直すべきタイミングだったなと思いましたね。例えばマーレ・ボルジェっていう UAV をたくさん連れてるっていう設定はちょっと曖昧だけど、ここはどういうふうに解釈するだろうか。喧嘩してるの、喧嘩ってのは翼の下に設けてるのとか、あるいは後から滑走路から飛び立ってくるの、一緒に飛んできてくれるのとかっていう、そういう部分ですとか、あとはそうですね CFA44 っていうネーミングはもともと44マグナム、拳銃の2丁拳銃のイメージがあったので、それをじゃあゲームで EML1 回しか発射できないっていうのはよろしくないよねっていうことで2発撃てるように途中でとか、ちょっともともとの昔考えていたことに立ち返ってみようかっていうのを結構してましたね、この1年ぐらい二宮さんと。格納庫に入んない機体なかったっけ？もしかしたら入んないっていうのはその CFA4 入んないのかなっていう感じで、結局どうなったの？いや、ギリギリ入りましたね。ギリギリ入ったんだこの格納庫がちょっと狭いというか、もともとそこまで想定してなかったので、どんどん DLC でいろんな機体が出現した時に、これ大きな機体、そもそも ADF11F が入んないんじゃないのってのがあって。そうだよね。これもそうだね。これレーブが一番でかいんでしょ？でかいです。そうですね。なんかプラモデルとかでもみんなでかいって言って話題になってます。ちゃんと入りましたね。なんか本当これ？いや本当にちゃんと実寸というか、ゲーム内でそれは最初はね縮めようとしましたけど、それはないだろうっていうのがあって。格納庫ガッて広げたとかそんなのはないですね。頭の切り離せるところだけでちょっとした戦闘機サイズがありますね。ノーズパーツだけで普通に F16 とかと同じぐらいの大きさがありますからね。どうしてもパージがやりたいってところがね。そうです。あれだったからね。その辺の男の子のロマンが詰まってる感じがしますね。そうですね。特に ADF11 はなんつったらいいんでしょう。日本人しか伝わらないようなネタがてんこ盛りでしたね。やっぱりこれを作っている最中もそうだったんですけども、ジェネレーションもやっぱり違いますし、昔の合体ロボットものの楽しいノリっていうのをゲームプレイヤーの方にも楽しんでほしいなっていうのがあったので、機種と胴体を離れるようにするギミックとか、あと DLC ダウンロードコンテンツの方では
実践してましたけども、小型の UAV を翼の下から発射するで戻ってくるっていう、発射した後攻撃して戻ってくるっていうこの、プロセスは何か見たことがあるんじゃないかなと思ってで入れてみましたね。今度やっぱりそこら辺のネタは世代だからね。一発で分かるのでいいんですけども。ちょっとロボットアニメつながりですけど、神殿2は川森修司さんがデザインされた機体ですけど、やっぱりこの機体もやっぱファンからの要望の声も多かったんでしょうか。そうですね、アサルトホライズン現実世界を元にしたエースコンバットの中で自衛隊にもし仮にステルス戦闘機が導入されたらっていうことを仮定してデザインされたのがASFX 川森昌司さんからのデザイン提供なんですけれども、やっぱりこれは根強く人気で、やっぱり背中にでかいインテークがあってエンジンが縦に積まれてるっていう非常に不思議なレイアウトを持つもので、一回見たらこれも忘れないいいデザインですよね。イギリスの機体にも似ている、ライトニング。もともと設定を作る時にイギリスの空軍と日本の自衛隊が合同で開発するっていう戦闘機のアイデアっていうのが出てきて、でそういうものもあれですね、小説とかあとは、マスターファイル、エスコンバットのマスターファイルっていうのも、神殿2版があるんですけど、それでも、語られてましたね。全身翼だったり、あと尾翼がパカパカ動いたりとか。そうですね、非常に川森さんらしいギミックたくさんの機体ですね。ニノさんと菅野が作る時ってそういう設定とか細かいところまで話しながら作るの？いや、そこはもう菅野さんにお任せしてますね。細かい設定そこはもう自分はちょっとタッチできないんで、もう菅野さんの世界。もう菅野さんの世界でちょっとそれを僕は表現するだけなので、表現者だね。出してください、いろんなアイデアを。でもできないことはできないって言います。ちゃんとあれです。懐事情を把握した上で、データ化するか否かはちょっと決めてくれます。でも違うって言われるんでしょ？出しても。意外な納得してもらいますよ。結構。あ、そうなんだ。そこはもう長年やってるのとお互い信頼関係。信頼関係ですかね。でもすっごい悔しいっていうチャットをやりますけどね。そこはそうなったらなんとか言われたら4回言われたらやります。本当に。1回目ではこれは本気だなって思うんだ。4回言われたらもうやんなきゃダメかな。1回目では聞いたふりして、2回目で忘れてました、3回目で4回言われたらやりますっていう、そういう独自ルールのカナダでやってたありますね。それ河野さんもですからね。俺大体糸見とかも河野さんが言ってることはまず最初話したことで聞いて、で2回目3回目だんだん温まってきたところでじゃあこれですねっていうふうに決めますね。そうだね。なんか俺の話聞いてくれてんのかなってたまに不安になる時ある。聞いてめっちゃリアクションしてるんだけれどもリアクションがまだ足りないですね。あとテレワークになってからもう一気にやりにくくなってさ、なんかあれ誰もいなくなってるって思うじゃん。反応がないみたいな。でミュートになったりとかしてる。ミュートになったりとか。でちょっとね今もうこういう作るの大変な時期だけど、だから余計に頑張らなきゃとも思うけど。これもなんかこの手があったか的な感じのデザインになってますけど、ヘルメットにガルム体とか。これ 100% 糸見の趣味ですよ。そうですね。僕ら一切感知してない。感知はしてるんですけど、ナゲッツの生みの親である、ナラティブディレクターの糸見がやっぱり25周年っていう節目の時に何か堅苦しくなくかつふざけすぎてもいないっていうバランスを取った時に、ナゲッツ君に過去のエースライバルキャラクターの
ステッカー貼るのはどうだろうっていうアイデア出してくれて、でそれを実際にやってみたらば意外となんか集めたくなる気持ちも出てきましたしね。あれでしょ、イトミこれ書いてる時はナゲッツ書いてる時が一番楽しいんでしょ。ブロックしてますスケジュールにスケジュールブロックしてナゲッツトレーラー作ったりとか魔界作ったりするよりこれ書いてるナゲッツ書いてる時が一番楽しいんだもんね。本に公言してたもんね。やつもものすごい仕事量なのであとたくさんのね部下を抱えている人間でもあるので、でも可愛いキャラクター触ってる時が一番楽しいと思います。今後のその DLC でまたちょっと増えてきたら、そうですね、お仲間が増えると。ネコレ今回 DLC もあってさらにオケもやってもともとファンミーティングもやろうとしてたのよ。でもやっぱり人集められないんで、なのでうちの小松プロデューサーが今回こうやってその開発者にスポットを当ててお話を聞くっていう番組を始めたんですけど、第1回ですか、スペシャルゲストとして今日どうだったんですか。そういうことだったんですね。エースコマットずっと作ってきてここまで続いてるっていうのが結構自分の中で不思議というか想像できなかったんででもやっぱ好きなものを作っててそれが、ファンの人に届いていい評価面白いとかよくできてるとかおかしいっていうそういう直に聞けるっていうのはすごいそんな立派なこと言うキャラだっけ。やりがありますよね。いや立派で普通ですよ。本当素直に嬉しいですよ。嬉しいって言葉はちょっと単純ですけど、なかなかねファンの人にそうやって自分の言葉でさコンテンツのことを伝える機会って今までなかったじゃないですか。本当に嬉しいです。やっぱりこんだけエースコンバット25周年今年6年になりますけれども、やっぱり長い間ゲーム開発に携わらせていただいて振り返るとやっぱり節目節目でプロジェクトが浮き沈みした時期っていうのもあったなと思ってて、でそれを、このブランドディレクター書き分けやってきてくれたのが本当にありがたかったし、で何よりもエスコモット長い間やってるとお父さんのプレイステーションで遊び始めた若いエスコモットファンっていうのが生まれてきたりとかして、で最新作のエスコモット7を遊んで楽しいって言ってくれたりとか、製品発売2年になりますけれども未だに新しいプレイヤーの方々がどんどん増えてきてくださってるってことはやっぱり何者にも代え難い感謝の気持ちでいっぱいですね。いよいよシリーズ最高売り上げもねそうですね、もう一個上の台まで行きそうな感じになってきたんでね、飛行機で空を飛びたいっていう気持ちは少年の心を持ってる人たちは小さい頃から持ち続けてる。で大人になってからもその記憶が忘れられないっていうことで何かゲームプレイして体験したいっていうそういう気持ちがあると思うんですけど、そういう希望とかがやっぱり純粋に大きなものだと思うので、それに応えられるようにゲームを作ってきて VR もそうですけれども新しい技術も獲得導入してきて、でこの先もこの先もあるんですか。この先も大きく羽ばたいていくんじゃないかなとその話は聞きたいですね。この先も続くんですか。それが聞きたいですけど、どうなんですか。どうなんですか。僕の口からとてもただ時代がそのうちエースコンバット3の世界に追いつきそうな気もします。そうですね、その辺はねまたわかんないですけど次回なんかまたそういう回があればその辺を語れるやつを呼んでまた問い詰めたいと思います。